こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回の動画は前回の動画の続きになっています。前回は人物の肌と髪の色味、そして背景を塗りました。今回はここら辺の洋服を塗るところから始めていこうと思います。吉祥の岩彩の本ワイト栗川茶を使います。今回はテクスチャをつけて塗っていくので、塗る前にちょっとティッシュの用意をしておきます。こんな感じで丸めてくしゃくしゃにしたら準備完了です。2色を使って塗っていきます。1色目が乾かないうちに隣に2色目を置いていくような感じで塗っています。全体が濡れている状態でテクスチャをつけていく必要があるので、あまりゆっくりしているとムラができてしまいます。水をたっぷり使って全体の水分量にあまりムラができないようにささっと塗っていきます。傾けてみて垂れてこないくらい、ここはちょっと乾きすぎているかなと思うんですが、一応押してみるとね、こんな風につくので大丈夫です。で、ティッシュをふわっと置いてゆっくりと押します。この押す力があんまり強すぎると全体の絵の具が取れてしまうので、ポンポンと軽く押すくらいで大丈夫です。ちょっと絵の具が残った範囲が大きいなと思うところは、再度丸めたティッシュとかで色を抜きます。同じようにしてこっち側も塗っていきます。ちょっと花粉症で鼻声なんですが気にしないでください。このテクスチャの出来加減とかは結構運だったりもするんですが、ポイントとしては乾きすぎていない時にやるのが一番綺麗にできるかなと思います。逆にびちょびちょの時にやってもこのはっきりとした模様ができなかったりするので、ちょっと別の紙でどれくらいの水分量だといいのかっていうのを試してみてからやるのがおすすめです。色が薄かったなと思うところは乾いてから再度色を重ねていきます。重ねた色味もティッシュで上から押さえることによってなじませることができます。これをティッシュの方に絵の具をつけてやる方法だといろんなところに汚れがついてしまうんですが、こういう風に絵の具を取り除く方法だと狙ったところだけにテクスチャをつけることができます。黒と金黄土を混色した色味で洋服を塗りました。洋服の色は好みで変えてみても可愛いと思います。ちょっと暗めの色でシワを描いていきます。線画が描いてありますので、それをヒントにして立体感をつけていきます。シワのところなんかはシュッシュッと払うようなタッチを使ったりすると簡単に描くことができるんですが、筆跡が目立つところだけを水をつけたブラシで少しなじませています。細かい髪の毛ちょっと無視して塗っているんですが、これは後でアクリルガッシュでちょっと補正していきます。この髪の毛に近いところなんかは若干影になってほしいので、そういうところは暗い絵の具を多めに置いています。最後にドライブラシのタッチで若干質感を加えてみました。筆を寝かせてあまり絵の具がついていない、ちょっとティッシュでオフしたくらいの絵の具の分量の筆でやっています。筆の先を使うと線が出てしまうので、できるだけ筆の腹部分を使って撫でてあげる方がテクスチャがつきやすいです。ザラザラした感じとかにしたい場合はこういうのもありだと思います。下の絵の具が剥げやすいのでちょっと慎重にやってるんですが、もしも重ねるのがちょっと難しそうだなと思う方はコピックのアルコールマーカーとか使うと簡単に服のシワは描けます。次は背景の植物を塗っていきます。
線香木と黄土を混色した黄色、そして群青に少しだけ紫を混ぜて花白録を加えた色味を使います。群青をそのまま使ってもいいかなと思ったんですが、今回の配色の場合、ビビットカラーを使わないように配色を決めました。なのでこういう風にちょっと鈍い青になっています。上の方はベタ塗りで塗って、下の方に行くにつれて水をつけた筆でぼかしています。ビビットカラーを使わないことによって色調が結構まとまりやすいというふうに言われています。人によっては絵の具のチューブの色をそのまま使わないっていうふうに指導する人もいるんですが、厳密に言うと多分ビビットトーンを使わないということで色調を構成する方法です。これは大体の人がやる一番簡単な色調の調和のさせ方だと思います。他のやり方もあるんですが、ちょっと難しい話になるので、今回はとりあえずビビットトーンを使わないっていうのを使いました。ここの黄色い色なんかはすごい明るい色使ってるんですけども、紙の白を透かせて描いているので、これはどちらかというと、白っぽいトーンの色味になっています。なのでビビットトーンではないっていう感じですね。青と黄色だけだとちょっと植物の感じの色味ではないので、ここで緑を使っていきます。水で濡らしてから青磁色を部分的に重ねていきます。最初から緑で塗ってもいいんですが、こういう風にちょっとだけ色にアレンジを加えることによって絵ならではの面白さが出るんじゃないかなと思ってこういう風にしました。この植物は実はコーヒーなんですけれども、かなり鮮やかな緑色です。でもこういう風にね、ちょっと色味をアレンジして絵の中で効果的に見えるように描いてます。人物の方がメインですので、それを邪魔しない程度の色味っていう感じにしたくて、こういう配色にしてます。あとは青っぽいデニムの服と合うように、葉っぱの上の方を青にしたりとか、あとは髪の毛の先端の色の黄色と合うように葉っぱの下の方に黄色を入れたりしました。葉っぱの裏側を塗るために花白録を使います。青と黄色に混色して色味を作りました。次は赤い実の色を塗っていきます。大社と新社を混色しています。こんな感じの色味です。もう一色は上種と線香木を混ぜたオレンジです。この上種にも少し上の渋い赤の色が入っている状態で作ってます。これもデニムの下地を塗った時と同じように、1色置いてすぐに2色目を隣に置いていくような感じでにじませながら作っています。この赤い色も原色ではなくて少し鈍い色を選択しました。濃い方の赤色に紫を入れてリボンの色を作りました。こういう風に同じ色を使い回していくと画面全体で色の統一感が出てきます。単純にめんどくさいからとかもったいないから使い回すっていうこともあると思うんですが、結果として絵に統一感が生まれる方法でもあるので、私はよくやっています。濁っていきそうな時は作り変えるっていう感じです。
枝の色もささっとこんな風に混ぜて使っています。白抜きをして立体感をつけていきます。白抜きをして立体感をつけると白で描くよりもふわっとした印象になるのでおすすめです。特にこれは背景にある植物ですので、それほどコントラストを強くしたくないというか、ピカピカしてる感じよりかはやんわりと光ってる感じにしたかったので、今回は白いハイライトはなしでいきます。筆に水がつきすぎていると水のにじみの線が出てしまいますので注意が必要です。最後はちょっと色味の調整をしていきます。赤い色をちょっと目に入れてみたりとか、この色味を飛ばす作業っていう風に私は言うんですけれども、あるところに使ってある色を別のところに置くっていうので統一感を出していきます。最後に表情のつけ方のコツが一つだけあるのでレクチャーしておきます。私の絵は結構無表情目に描いてあるんですが、こんな風にちょっとリップカラーの濃いめにした色みたいなので口角の部分に影を入れてあげるとよりニコッと笑った顔になります。口を見せてわはーって言って笑うっていうのはこの状態ではそういう変化は不可能なんですが、ちょっと笑わせるとかちょっと悲しませるみたいなことは結構できますので、この口角の部分で表情を表してみるのがおすすめです。あとはギュッと口を閉じているのかふんわり閉じているのかとかでもちょっと表情というか感情とかが変わったりするので、そういうので遊んでみるのもいいと思います。赤い色を入れたので赤い影の色を入れたのでちょっと顔の影を調整します。こういう細かい色味の調整で結構絵の統一感とかそういうのが上がってくるので、透明水彩とか晩彩とか使ってる人はこういう風にレイヤーをたくさん使ってみてください。最後にちょっとだけこの青い葉っぱの色とかが浮いて見えてしまっていたので調整していきます。今回の塗り方だと結構重ねているところが多いんですけど、透明水彩にしろ何にしろ結構こういう風に重ねて描くっていうのはよくやることです。で、重ねて描く時の注意点なんですが、重ねると必ず色は濁るという風に覚えておくといいと思います。なので最初にはちょっと鮮やかめな色を置いて、それでちょっと色調がバラバラして見えたなと思ったらそれを統一できるように色味をイースを重ねていくっていう風にしています。このイースを重ねていく時はだいたいベタ塗りでやっていきますので、一番最初の1枚目のレクチャーでやった時のようにベタ塗りっていうのはすごく基本的な動作になります。簡単にコツをまとめると、その塗りたい面積に合った筆を使って一気に塗っていくことです。あとはこういう風に重ねるときは下に色味が入っていますので、その色味が浮き出て溶けないようにするのも注意が必要です。なので同じところをたくさんこすらないように気をつけています。ちょっとデニムの色なんですけれども、これ予行練習でやったやつ、こっちはちょっと色味を重ねています。なのでこっちにも本藍を薄めたものを重ねてみることにしました。このティッシュのテクスチャーって結構白い模様がはっきり出ることもありますので、ちょっと柄がうるさいなと思った時はこういう風に色を重ねるのがおすすめです。最後はアクセサリーの色味や色味の調整をして
キラキラなしで一旦完成させます。こういう髪の毛のところにも赤みの色を追加することによってちょっと赤い色が点在しているような感じに見せたりとかしています。あとは簡単な陰影の調整をしたりとかが最終的な調整になります。それでは眼彩と絵墨だけで完成させたのがこんな感じです。ここで一旦完成ですので、こういう感じでマットな質感で終わるのもありかなと思いますが、次はね、どんどんキラキラ絵の具を使って豪華にしていきます。ちょっと変わった使い方をしたりもするので、もし気になる人は次回も見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。